測量士のミカがモンドに帰国したことはセピュロス騎士団にとっていい知らせとなった。なぜなら遠征隊が無事である情報を持ち帰り、そして彼の帰還が皆に安堵をもたらしたためだ。なんせもしまた誰かが山の頂や遺跡を爆破しても、ミカさえいればすぐに新たな地図を描けるのだから。装備の点検完了。すべて揃っています。測量士は遊撃小隊に所属し、その主な仕事は経路探索や偵察、そして一部の後方勤務だ。慎重な観察と判断を貫くミカは、作戦の突破口を見つけるだけでなく医療の支援もこなす。マップ上に物産の位置をマークすればチームの物資補給に役立つ。ミカがチームにいる時、モンド地域の特産の位置がミニマップ上に表示され、採集の効率が上がる。通常攻撃はクロスボウと槍の組み合わせによる最大5段の連続攻撃で物理ダメージを与える。銃撃では一定のスタミナを消費して前方に突進し、経路上の敵に物理ダメージを与える。元素スキルを1回押しすると、敵を貫く竜爪の矢を素早く放ち、命中した敵に氷ダメージを与える。長押しでは照準モードに入り、ロックした敵一体に標星のビーコンを放って氷ダメージを与える。命中後、標星のビーコンは上昇して爆発し、周囲にいる最大3体の他の敵に標星のシャードで氷ダメージを与える。またミカの元素スキルは周囲チーム全員に冷風状態を付与する。冷風状態中のキャラクターがフィールド上にいるとき、攻撃速度がアップする。皆さん元気を出して。元素爆発では騎士団の祈祷で仲間を鼓舞し、勇往邁進の力を導き出して周囲のチーム全員の HP を回復し、鷹の羽状態を付与する。回復量はミカの HP 上限によって決まる。鷹の羽状態にあるフィールド上キャラクターの通常攻撃が敵に命中すると、ミカの HP 上限をもとに該当キャラクターを回復する。本状態にあるキャラクターは短期間に最大1回のみこの方法で HP を回復できる。明確な導きがあればそのチームワークは何倍にもなる。添付速射牽制解放後、元素スキルの冷風状態は偵察効果を得ることができ、フィールド上キャラクターの物理ダメージをアップさせる。竜爪の矢が複数の敵に命中すると、2体目以降敵1体につき1層ずつ偵察効果が付与される。また敵に標星のシャードが命中時、偵察効果が1層生成される。各標星のシャードにつき1回のみ生成可能だ。冷風状態の偵察効果は3層まで重ねられ、継続中に元素スキルを再発動すると既存の状態と効果はクリアされる。添付地形測量解放後、フィールド上キャラクターに元素爆発の鷹の羽および元素スキルの冷風状態が同時に付与されていると、会心時に冷風状態が偵察効果を1層生成する。この方法で生成できる偵察効果は1回の冷風状態で1層までとなる。また冷風状態における偵察効果の上限が1層アップする。実戦で腕を磨き上げてきたミカは次第に皆から頼られる存在となった。戦闘中、元素スキルで竜爪の矢または標星のビーコンを放ち、敵に氷ダメージを与えると同時にチームに冷風状態を付与する。その後偵察効果を得ることで、冷風状態はフィールド上キャラクターの戦闘能力を高められる。元素エネルギーが溜まったら元素爆発を発動し、周囲のチーム全員の HP を回復して鷹の羽状態を付与しよう。鷹の羽状態にあるキャラクターの通常攻撃が敵に命中すると、ミカは該当キャラクターを治療し、任務が無事完了できるようサポートしてくれる。
守備よく出発するには前方の道を見極めるほかない。至極当然の道理だが、果たして誰にでもできることだろうか。ミカは口下手だが観察眼に長けている。彼が揺るぎない心を持つまで成長した時、周りの人々をリードできるようになるだろう。しかし優れた能力があっても、その性格ゆえ自信を見せることはない。おそらく強気に出ることも難しいはずだ。だが先のことは誰にもわからない。いつかまたファルカに雑務を押し付けられた時、勇気を振り絞ったミカがそれを断る日が来るかもしれない。